はい、こんにちは。3時ですね。昨日の今日で、のマイクつけてなかった。なんですけどね、まあ今日ね、さっきまで雨降ってたんですけど、今止んでてね、なのでちょっと来たんですけどね、やっぱし、誰も来てないんですね。で、まあまだ水たまりは残ってる状態です。はい。で、一応コメントでね、S2 にこの T10、10J をちょっとね、設定する方法を知りたいっていうコメントがありましたけど、S2 自分買ってないんですよね。やっぱしね、まあ、かっこよくて高いっていうか、まあ同じぐらいの値段なんですけどね、もう M2 買った時点でね、ちょっとね、同じっていうかまあね、M1 と S1 もまあ同じなんですけど、まあ、ちょっとこれ確か S2 って同じぐらいのやっぱ6万、7万するんじゃなかったっけ。なのでね、ちょっとね、S2 は持ってません。ということでね、まあ、基本的な設定ですね。それを入れていこうと思います。まあもちろんね、こちら外付けのね、受信機ついてるんで、S の F かな ?F の FHSS か。T じゃないな。S よね。S の FHSS なので、一応こちらね、今ここうっすら G 見えないんだけど、T って書いてるけどね、これはもう T と S が使えるんで、まあ、ある意味この FHSS しか使えないんですけど、で、今これ 10110S ですね。これをね、新しく設定していきたいと思います。モデルセレクト。で、今これ1番になってますよね。これを2番に切り替えます。パチッと。はい。で、この状態だと今飛行機になってるんですけど、ここでは変えられないんかな。うん。どこだろうな。普通パラメータですよね、やっぱし。合ってますね。アクロになってるんで、これをヘリコプターに切り替えての、あった。切り替え損ねた。長押しか。もう一回か。そして H1 ですね。うん。で、まあ、あとは特に問題ないかな。はい。特に、気にしません。はい。で、なんだろうな。これ T10 って入門プロポンになるのかな、なんか知らんけどね。通常、普通、14とかの分は、アイドラップがね、自動的にもう使えるようになってるんですけど、なぜかこれこの前設定した時にね、アイドラップが使えないようになってたんですよね。確かね、コンディションか。ですね、やっぱしアイドラップ123使えないようになってます。うん。なのでこれ全部使えるように、ホールドもね、使えるようにしときます。こちらのスイッチはね、デフォルトなんでね、だいたいこれでいいです。うん、変える人はまあ、変えるかな。双葉は大抵ね、こっちアイドラップなんですけど、JR の方ってね、大抵右側がアイドラップなんですよね。うん、なので、ちょっとその辺が、もし JR から双葉に移った人は、こう、スイッチがね、ちょっとこんがらがって、アイドラップしたつもりがホールドのあたりに、しますんでね。んで、あとはまあ、モーターカットだけでも入れておきましょう。モーターカット、スロットルカット。まあ、いろいろとね、言い方が違うんですけどね、ほんと。使えないようになってるんで、使えるようにオフにします。はい。で、スイッチですね。スイッチのエッジになってますんで、エッジだとね、こう、バネで戻ってしまうんで、自分はいつも手前のね、D にします。なぜ D にするかというと、こちら、デフォルトでホールドになってますんでね。ホールドスイッチってもう大体デフォルトでなってるんで、空いているスイッチ、D スイッチに、自分はね、いつも切り替えてます。D か、こういうか。そして、こっちを、アップじゃない、ダウンか。これをね、下げたときに、ミックスっていうのがオンになるようにね、してます。はい。で、一応これでまあ一応はね、いいんですけど、まあ機体によって、まあプロポにもよるかな。スロッ
トルのリバーススイッチ。こうリバースどこだろうな。リバース。ですね。これ、スロットルにもこれ上がってますね。なんだろう。110の時これ下がってた気がするんだけど、まあ、とりあえず、カット入っちゃって、これでちょっとね、つなぎますかな、いいかな。はい。で、本当はね、ローター外してくださいね。危ないんでね。自分は一応、まあ、慣れてるって言っても危ないっちゃ危ないけどね。まあ、危ない時はもう握ってください。握ってればね、もう必ず回りませんのでね。逆にこっちがやられるだけなんでね。今、これ、点滅してます。青が点滅してますね。で、こちら長押ししての、バインドしますけど、いけたかな？いったっぽいね。で、今、点滅してます。はい。今、入りました。はい。今ね、これも受信してます。今、赤ランプがついてますね。ちょっと見にくいんでね、ちょっとこんな感じで赤ランプついてます。で、こちらは今、赤が点滅してます。うん。で、これでね、スロットルを上げて、ちょっと回っても大丈夫な、当たるね。大丈夫な感じを確認して、ちょっとスロットルだけね、ちょっと上げてみる。回るか。回りませんね。はい。回らないっていうことは、スロットルを上げた状態にすると、多分ね、スロットル下げた状態になると思う。ちゃうか。ちょっと危険ですね。一旦切ります。一回ちょっとスロットルもう一回下げて、モーターカット解除状態ですね。これでちょっとね、確認してみます。このスロットルだけが一番ね、怪しいんですよね、ほんと。はい。これでちょっと回してみましょうか。大丈夫か？はい。ちょっと回してみます。回りませんね。はい。回らないっていうことは、おそらくね、このスロットルがリバースだと思います。なのでね、これを変えましょう。下げます。はい。これか。長押しか。いいのか。はい。これで今下がりました。はい。これで、再度ね、ちょっと確認します。基本的にアンプがね、スロットルがちょっとでも上がってたらね、モーター回らないようにね、なりますんでね。まあ、とにかく最初は回りません。もしね、スロットルリバースの時はね、スロットルをね、全開にした後にね、下げ出した時に、要はスロットルを上げてくるっていう感じになってね、逆にこう、ね、知らない人はもうびっくりして思いっきり下げますよね。それってある意味フルスロットルっていうことになりますんでね。これでちょっと回してみましょう。はい。おう、びっくりした。はい。回りましたね。ということで今これでね、やっぱりスロットルリバースを変えないとね、回るってことで。じゃあちょっとね、モーターカット入れます。で、スロットルをね、もう一回やってみます。はい。これでね、モーターカットが入ってるっていうことになりますんで、もうこれでね、モーターは回りません。もうこのカットをね、外さない限りにね、アイドルアップしようが何しようが、もう動かない状態になってますんでね。はい。じゃあ、これでね、やっと設定に入ります。とりあえず、どうしようかな。3軸6軸の切り替えしましょうか。ということはね、パラメータじゃなくて AUX チャンネル。これがね、もうスイッチの割り当てになりますんで、で、1から6まで大抵デフォルトで入るんですけどね、7からはね、お好きなように使ってくださいということでね。ですけど、このね、6軸と3軸の切り替えがごちゃになってるんですよね。今まで大体ごちゃがね、ラダーサーボ、ジャイロの感度切り替えみたいなね。設定なんですけど、そこにね、なぜかね、6軸、3軸、まあ大体どの機体もそういう風になってるんですよね。なので今、スイッチ F になってます。
F っていうことはどこだ？アイドアップ3だ。3の時だけ、要は3軸に切り替えたい人はこれでもいいんですけど、もうノーマルからね、アイドアップすべてにね、したい方はね、ここを変えましょうね。はい。自分は A にします。危険な時だけスイッチ A で回避、6軸に切り替えるようにね、してます。あとは下は7ちゃんとかも使ってないんでね、関係ないです。何が入っても関係ないです。はい。で、これでね、サーボモニター確認。で、5番ですね。これを7ちゃんの時に、動くかどうかですね。で、この動くとき、機体をちょっと斜めにしてあげて、スイッチを当ててみる。これでね、スワッシュがちょっとでも起き上がったら、これ6軸モードです。これが下がったら、要は、スワッシュが水平の時は3軸の状態なんでね。これ斜めにしないとね、ちょっと、これじゃあ水平じゃちょっとね、分かりづらいかもしれないのでね、斜めにするほど、6軸でこう、水平になろうと頑張るんでね、下げると6軸になります。はい。で、今これ、3軸、6軸設定が終わったんで、ちょっと今度ね、ピッチ設定いきましょう。ピッチ設定ね、ピッチカーブ。はい。今、デフォルトになってます。で、まず基本の、まあ本当はセンターでもいいんですけど、まあ今回一番下から行きましょうか。ノーマルピッチカーブ。はい。こちらを使いましょう。分度器ですね。普通のね、100均でもいいです。向こうが透けて見えればね。なので、マイナス、自分はマイナス6度に設定してるんで、倍の、12度ですね。だいたい12度で設定します。で、これを、まあ、こんな感じで、ちょっとテールが長いから、ちょっと横向けるか。まあ、これでね、今見ると、水平にして見てみますね。で、下の水平を合わせて見るとね、これ結構上がってんな。結構上がってんな。30、40度ぐらい、40もいってねえか。それはオーバーだな。30度そこそこかな。30、ちょっと分かりづらいですな。はい、まあいいです。とにかくね、このね、12度設定、まあある意味6度設定なんですけど、それをね、設定しますんで、これを上げていきます。で、大方ね、向こうのね、ローターも見ながら、こんなもんかなっていうところで止めてもらって、まだこれ入ってるな。もうちょっとかな。で、もう一回ちょっとね、透かしてみます。うん、下げすぎたね。もうちょい。多分今5度ぐらいかな。マイナス5度ぐらいなんで。はい。大体ね、いったかな。6度ぐらいいったんで、はい。OK です。はい。じゃあ次にね、スティックをセンターに持ってあげていって、今0ピッチなんで、ここはね、0になってるんでね。大方0ね。かな？なんかずれてるな。ちょっとずれてるっぽいよね、どう見てもね。はい。ずれてるんで、あれ行きましょう。サブトリム。サブトリムの、ここですね。サブトリムの、6番があった。で、これでね、数値を変えていって、0ピッチだけ、ちょっと合わせます。ちょっと、
はい。こんな感じですね。後ろ見えやすいかな。はい。ちゅうことは、どうだろう。まあ、サブトリムだから多分センター付近だけがずれてると思うんで、多分ね、最初、まあ、マイナスピッチ設定しましたよね。多分そこはそうずれてないんじゃないかな。センター付近だから、ずれてるかな。ちょっと再度確認しときます。大丈夫ですね。はい。ということで、次はセンターを、どうしようかね。これね、さっきね、確認したら、何度だっけ ?2.5 度か3度ぐらいしかなかったんですよ。ホバリングピッチがね。なので、ちょっと今回ね、変えてみます。5度設定に、まあ、ヘリのね、基本的な 5.5 度だけど、この前ね、5度だったんでね、110はね。なので、10度か。一応10度設定してみます。ちょっとこれ後ろ見にくいか。こんな感じで10度設定してみます。はい。じゃあ、スティックをね、センターにしてあげて、でもって、これ今6軸じゃないよね。なんか怪しい。さっき上げすぎたかな。なんかずれてるんだよな。これ毎回ね、こうスティックをね、触るとね、このサーボの遊びっていうかね、それも関係するからね、結局なんかこれずれてるな。サブトリム。ちょっとまたいじります。ちょっと行き過ぎちゃってるんでね。ゼロピッチ大事なんでね、結構。はい。マイナス7まで、変えました。はい。じゃあ、ピッチカーブのセンターですね。こちらのセンター3番目いじります。このね、多分これあれだな。ここでなんか二重になってるんですよね。ここのね、多分これ飛行機用だからかな。ちょっと微妙に、こう、カタカタのね、具合が怪しいね。はい。じゃあこれで、ここでいきますんで、5度設定にします。下がった。手前のローターがね、上に上がるようにね、それがピッチがプラスになってますんで、これでいきます。まあ今なんでこのね、分度器を使ってるかというとね、こうピッチゲージ持ってない方がね、多分多いと思うんで、とりあえずね、手軽に、アプリダウンロードできる、ね、こういったアプリの分度器を使ってます。本当でしたらね、ちゃんとピッチゲージっていうものをね、使えば、簡単にね、こんな、毎回こうやってから、ね、持ってね、測ってしなくてもいいんですけどね。とりあえず多分初心者の方は多分ピッチゲージ買ってない方多分多いと思うんで、あえてやってます。はい。だいたい5度ぐらい、10度ですね。半分の5度、ピッチ5度入りましたんで、今度フルスロットルですね。フルスロットでこっちのね、項目も一番上の5番に持っていってあげます。5番にね、この上に上げます。そして、ノーマルピッチ最大10度ですね。まあ、11、12上げてもいいんですけど、多分使わないと思うんでね。なので、10度なので20度に設定します。はい、だいたい 19.9 だけど、まあ大体でいいんで。はい。これだと絶対にね、これ上がりすぎなんで、こんなにも上がってるんでね、下げます。はい。で、確認します。後ろがね、白い方が見やすいね。これ後ろバック黒いんでちょっと分かりづらいけど。だいたいいいですね。20度取れました。はい。で、そこまで行くと、もうスロットル下げてもらって構いませんのでね。あとはこのグラフ。これはグラフがね、わかるんでね、X6 とはちょっと違って、もう数値をね、計算しなくてね、もうこの見た目でちょっと変えていくっていう感じ。中心をなだらかにしていきます。できればこの34を基準に、10% ずつ、34なら、
24とか、あと、まあ5%とかね、こう30ならこう29とか、そういった風にしていって、あとはもう自分のね、操作感覚に合わせていけばいいかなと思います。34、44。こんな感じのカーブになります。本当はね、綺麗な筋がいいんですけどね、まあこれ多分、グラフの目が粗いかなんかでこんな風になってるのかと思いますけどね。これ以上できないもんな。14だったっけな。こっちの分だけじゃなくてね、もう一個ね、ここにね、数値があってね、この点をね、横にずらしたりもできるようになるんですよね。そうするとね、このニュートラル付近がね、大きくね、使えるんでね、またさらにね、ちょっと、操作しやすくなるっていうかね、なりますんで、はい。今、これはノーマルのノーマルです。今、そして、アイドルアップ入れると、こちらですね、右が、まあ、スイッチが触ったアイドルアップ1になります。でも、この表示はこの左のね、ノーマル表示になってるんで、アイドルアップ触るときはね、これをね、アイドルアップ1に切り替えてあげないと、またせっかく設定したノーマルをね、またいじってしまうことになるんでね。今これ使えないようになってます。スイッチの割り当ては活かしても、こっちでまた活かされてないっていう、ちょっと二度手間になるね、これ。ちゅうことはちょっと待ってよ。これ、アイドルにも、やっぱし、アイドルにも使えないように、やっぱし、これあれかな、入門機用になってるのかな。アイドルさんも全部使えないようになってますね。ホールドも使えないようになってるな。うん、なんでだろう。不思議だ。じゃあ、とりあえず、アイドラップ1も入れときましょうかね。じゃあ、スイッチもね、アイドラップ1に入れときます。はい。で、アイドラップ1はセンターで、だいたい、自分3度ぐらいなんですよね。なので、6度設定。6度設定。案外薄いですね。6度ってほんのちょっとなんだけど、うん。ですよね。3度設定なんで6度ですね。で、また同じようにね、横に持ってもらって、こちらの項目を3番に持っていきます。はい。で、これ、手前が上に上がるように、薄いとまた測りにくいな、これ。結構。わかるかな。全然足りないね。カエルが鳴いてます。まあ、雨上がりなんでね、カエルがゲゴゲゴと。まだ足りないか。多分足りてると思うんだけどね。こんなもんかな。ちょっと手前のローターとね、奥がちょっと分かりづらいんでね。あ、いいですね。6度です。はい。じゃあ、マイナスピッチ入れます。マイナス、アイドラップのマイナス、何本入れようかな。6度、7度、なので、12度、13度、13度入れろかな。13度設定してみます。ちことは 6.5 度ですね。マイナス 6.5 度。このマイナス 6.5 度っていうのは、まあもちろんね、機体を下ろすときもそうなんですけど、ストールタの時にね、風に押されるときにね、押され負けないようにね、するためにね、ちょっとね、マイナスピッチを使いますんで、それでね、それでもまあ、負けるような風だったら相当な風だと思うんですけどね。はい。とりあえず、数値を変えていきます。見にくいな、後ろがな。なんか後ろ、白いもん置けばよかったね。白いもん。今更ながら白いもん。これだと、視聴者さんにもわかりやすいか。水平のね、軸をね、合わせてあげてね、上を合わせてみる。大体いいですね。はい。で、
今これの一番下マイナスですね。で、センターもさっき合わせたんで、今度はフルスロットル。フルスロットルはだいたい10度ですね。10度なんで、またさっきね、設定したらまた20に設定を合わせますけど、まあ、この辺はね、もうお好みなんでね。まあ、お方20.2 度だけど、まあ、これでいきましょう。はい。だいたいこの設定が一番ね、時間かかるんだよね。はい。じゃあ、アイドラップ1の分 100% を下げていきます。で、こう、水平をね、合わせてあげて、だいたいいいですね。はい。これで今、上と真ん中と下が決まりましたんで、あとはこれをね、アイドルアップ1のピッチカーブ。直線にしましょう。直線にするんで、まあ本当は数値を見てね、ちょうど真ん中を選んだ方が一番いいけどね。まあ、大方でいいです。だいたい、直線か、あとは若干ここでね、カーブになるかっていうね、そんな感じになりますと思いますんでね。こんな感じになります。まあこれだとね、ちょっとあれなの、ちょっとこう上も上げてあげるか。ちょっと緩やかなカーブみたいな感じしてみるか。この辺が折れてんだよな。まあこんな、だいたいまっすぐでね、はい。いきます。はい。で、アイドアップに。で、まあスイッチはまだ1なんで、スイッチを変えます。はい。で、センターは0でも決まってますんで、50のままいじらなくていいです。あとは上と下だけ、変えていくんですけど、アイドアップに、9度。9度だからに、18度。お、これ下が上がってんな。あ、大丈夫かな今。でも大丈夫。数値見てるからね。なんかさっき、怪しいな。ちゃんと今数値当てたかな。一応 17.9 度で設定します。で、それに合わせるんで、一番今、最低ピッチですね。最低ピッチを、ここ今触っちゃったよな。一番下を上げていきます。マイナス9にする理由なんですけど、ちょっと上がっていかないかな。もうちょい。まあ、フルピッチにね、アイドアップにはロールメインなんで、ロール軸っていうか、まあ、ロールがメインなんでね、あましピッチ使わないっていうか、まあ、まあ、9度も使わないけどね、一応保険のね、角度、ピッチ角なんでね。はい。じゃあ、フルスロットルでの、普通ならここでね、同じ、今下が64になったんでね、本当は上もね、64で合わないといけないんですけど、まあ、そういうところは、合わないことがよくあるっていうかね。とりあえず同じ数値入れてみます。まあ、大体いいか。大体合いましたね。いいね。OK ですね。はい。まあ、こうなると、もうここが合わせやすいんでね、下げていって。またなんか雨降りそうだな。今日はなんか雨予報なんでね、はい。一応こんな感じ、アイドアップ2になります。はい。じゃあ、スイッチ戻して、アイドアップ3。はい。まあ、アイドアップさんはね、本当 3D する方がメインだと思うんですけど、まあ、本当でしたら、どうだろうな、これ、普通、エンドポイントっていうかね、ジャイロで、確か、フルスロットルかフルピッチ設定するはずだったはずなんですけど、とりあえず20度に設定します。普通はね、このジャイロが全部記憶してるはずだから、こっちをフルにしてもね、それ以上上がらないはずなんですけど、これなんか上がってるね。今、フルピッチに10度設定にするんでね、下げていきます。本当はね、ほぼ、多分、一番ハイで10
何度だろう。普通は12度ぐらいの設定なんですけど、まあ、多くとって14度設定で、初期設定します。多分ね、前の設定では入ってると思うんだよな。はい。一応これで今、10度設定ぐらいになってますね。はい。で、まあ、プラスがあったんで、今度マイナス側。これ今64まで下げてるんで、相当、あれですね。はい、64。同じちょっと数値入れてみました。で、水平合わせでだいたい OK ですね。20度入りました。だいたい10度ぐらいあれば、だいたい、それ以上上げると今度、トルク負けっていうかね、ピッチ負けっていうことになりますけど、まあ、そういって回しきれるモーターであればいいんですけど、まあ、最近のモーターはね、やっぱり高いモーターは回しきるけどね、回せない安いモーターとかはね、逆に回転数がぐっと落ちてね、ちょっとあちこちにね、ちょっとテールが回ったりとかしそうな気もするんだけど、これで一応まあ、1、2、3のピッチカーブ、ノーマルですね。で、まあ、ホールドなんですけど、ホールドは基本、まあ本当は触った方がいいけど、オートロします？多分、オートロこの機体ではかなり上手い方じゃないと難しいと思うんですけどね。自分でも多分、550クラスからじゃないとちょっとオートロ厳しいです。はい。500クラスは厳しいよな。うん。大きいほどね、オートロしやすいんでね。はい。じゃあ、まだで大丈夫かな？ 31 分なったね。まだ、スロットルカーブ決めてないからね、スロットルカーブ入れないと飛ばせないんでね。ノーマルモードです。一応50設定でいきましょう。なので、こちらを、とりあえず40に。で、上を下げます。50なら60に。はい。で、上は100なんですけど、多分回りすぎるから、この辺はお好みで、怖いと思ったら下げればいいし、まあ、そこまでフルスロットル使う人、多分いないと思うんでね。とりあえずこんな感じでいきます。はい。で、アイドラップですね。アイドラップ1。して、右が変わりましたね。これで今、数値は今ノーマルのままなんで、上を、変えていって、アイドラップ1に変えます。これもやっぱし使えないようになってるな。こっちはこっちで、すごいことになってるな。ちょっと待って、これ全部オンにしよう。ですね。はい。じゃあ、アイドラップ1で、マイナスピッチ打った時にモーター止まってきたら困るんで上げます。今一応ノーマルがね、50なんで、50以上に上げましょう。まあ60でもいいです。はい。じゃあこちらもね、こちらは50にしましょうね。はい、50。そして、ちょっとまあ様子見なんでね。あ、そっか、50じゃ悪いな。ホバリング50だからそれ以上上げないといけないんだ。はい。じゃあ65ぐらいに行きましょうかね。はい。じゃあ65。はい。じゃあこちらは75にしましょうか。はい。こんな感じになります。はい。まあ、後ろをね、上げた理由なんですけど、まあ、やっぱしストールターン。アイドラップ1でね、ストールターンの練習すると思うんでね、その時にね、やっぱし風に押されて、ピッチは上げたけど、やっぱしね、ローター回転も上げちゃらないと、こう押す力がないんでね、負けちゃうんで、ちょっと高めにしてます。はい。じゃあ、これで一応行きましょう。はい、アイドラップ2。アイドラップ2にするんで、こちらもアイドラップ2に切り替えます。はい。デフォルト0なんで、これモーター死んじゃいますんでね。まあ、大体昔からのね、基本設定がV 字カーブっていうね、いう風になってますんで、V 字にします。はい。
で、問題は真ん中ですよね。この3番。3番を、基本さっき何本したっけ ?75 に、70にしたっけな ?65 か。65だから、それよりも上げないといけないんで、65ね、75にしましょうか。はい。じゃあ、それに合わせて、直進カーブ作ります。V 字ですね。これがいわゆる V 字カーブですね。こう、グラフが、微妙だ。はい。じゃあ、IDAP3、に戻します。3にします。ここでね、本当はね、フラットの100にする方もいますけど、M2 はモーターパワーが半端ないんで、本当なら下げたいぐらいなんですけどね。まあ、とりあえず、V 字にしますか。どうしようかな。回転高すぎるんだよね。80、多分これでも結構回ると思うんだよな。85にしますか。普通の100フラットだとちょっとね、怖いんでね。この辺もまあお好みで、回転数をね、飛ばしてみてもらって、はい、こんな感じになります。はい、これでIDAP、ノーマルから IDAP3 まで、入りまして、まあ、ジャイロはもうあちらの方でね、設定されてると思います。ハンチングとかですね。で、あとは、そちらまたちょっとね、こちらのジャイロの設定の方は、M2 の設定の方のリンク貼っときますんで、そちらを、概要欄から、リンク飛ぶようにしときます。飛べるんかな？概要欄から多分リンク貼っても多分字だけ表示されるんかな？どうだろう？飛ばない場合はちょっとね、コメントの方に、リンク貼っときます。んで、あとは、いいかな。あとは、これか、肝心な、デュアルレートエクスポ。スイッチ D にとかね、こう、なぜかね、これスイッチに割り当てられてるんですよね。こう、スイッチ D にすると、要はこれですね。これを触ると、それが使えるっていう風になるんですけど、IDAP するのに、IDAP してからスイッチ変えたり、こっちを変えてスイッチを変えたりしとったら、2個触らないといけないんでね、1個1個、もうそこに入れたら時に、そのね、設定にするためにね、変えます。こちらの CONG、なんていうんかなっていつも思ってるんですけどね。コンディションかな？なんだろうな。まあそんな感じで、こう、ノーマルになりましたね。これで、要は、デュアルレート、エルロンフルに打ったとき、どこまでサーボ中か、まあ、スワッシュが傾くかみたいな、ですね。その、傾きが大きいほど、ガーッと動く、もう暴れるっていう感じになるんですけど、ノーマルなんで、下げ取ってもいいですし、まあ、そのまま使ってもいいし、まあ、そのまま使う方はね、エキスポの方をね、なだらかにしてあげる。ぐーっと下げてもらって、もう70とか、多分自分は70ぐらいでいいけど、多分初心者の方も多分70か80まで入れて、なおかつ、デュアルレート下げた方が、ここのカーブ見たらわかると思うんですけど、このニュートラル付近、ここのニュートラル付近ですね。ここのニュートラル付近がなだらかですよね。なだらかなほど、こう、操作したとき、機体がね、こう、じわっとしか動かないんで、ホバリングとかしやすくなる。ただしこれほんとゼロとかすると、ノーコンと一緒なんでね。なのでちょっとまあマイルドにちょっと55ぐらい入れときましょうかね。はい。55、70覚えてください。はい。これを、こちらの2にも入れます。70の55。エルロンですね。エレベーターか。
エルロン、1番、エルロンエレベーターラダーですね。で、スイッチがなってるんで、これもスイッチを、これにします。はい。で、ラダーですね。ラダーは基本ね、こう、そう飛ばすとね、すぐラダーがくる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 回る人もいますんでね。そんな方はね、こう、デュアルレートを思いっきり下げてください。ラダーでね、くるっと自分の方向向くとね、怖いんでね。とりあえず、自分50にしてみるかな。で、もしニュートラル付近ね、ラダーのニュートラル付近で、もうこうエレベーターダウンの時にラダーが回っちゃしまうっていうような方はね、本当これをね、ちょっとマイルドにしてあげる。はい。一応50、50にしてみます。本当は多分これ70ぐらいでももう問題ないと思うけどね、ラダーあんまし打たないんで。はい。ただね、1000回飛行しだすぐらいになるとね、またちょっとお好みで、ちょっと、ラダーが効かないんで、ぐーっとね、押さないと、こう回らなくなってしまうんで、その時はね、ちょっとね、数値をね、こう、デュアルレートをまた、こう100ぐらいにね、近く持ってあげてね、すると、飛ばしやすくなりますんで、そのレベルで数値をね、その自分に合わせていくといいと思います。今一応こちらはね、だいたいちょっと初心者風にちょっと今設定入れてますんで、はい。で、これでね、アイドルアップですね、こうスイッチを入れると、ここは今、アイドルアップ変わりましたね。でも今表示はノーマルなんで、ノーマル見ますと、ノーマルこっちか。ディフォルトに戻ってますんでね。はい。要はアイドルアップするともうデュアルレート100フルにね、切ったら全部そのままいって、エキスポもないからもうちょっとでも触れば機体が反応するっていうね、ことになりますんで、今一応ノーマルだけでやっときます。はい。上空でね、走らせた時にね、どうしてもね、こう、水平飛行したいのに、どうしてもエルロンがこう、ね、こう、触ってしまって、こう、ちょっと曲がってしまうような方は、ちょっとエキスポニュートラルね、付近をちょっとなだらかにしてもらって、その辺のね、癖をちょっと、相殺っていうか、しないようにね、触らないようにする設定もいいと思います。もちろん、ロールするときはもうフルに打つんでね、デュアルレートは100欲しいんですけどね、ループで変にエルロン混ざると、変にねじれますからね、ほんと。はい。で、これで一応はいいか、タイマー忘れてますね、タイマー。タイマーこれどっちからだったっけな、こっちだよね、多分。タイマーこっちであったよね。タイマーありますね。だいたい、これ一番一応ノーマルモード6分ダウン。アップの人もいますけど、自分ダウンですね。で、スイッチオン。スイッチをね、一回、こう、オンでタイムして飛ばすっていうね、こともあるんですけど、多分、さあ飛ばそうと思ってからすぐにね、こう飛ばす格好になってからね、こう飛ばしてしまう人が多分多いと思うんで、スイッチ、入れ忘れたっていう方が多分多いと思います。なのでね、スティック、絶対これ触らないと浮かないんでね、もう回らないんで、もうこちらにね、タイマーをセットします。なので今、ちょっとでも上がったら、タイマーが回るようにね、ちょっと上げときます。で、スイッチ A をやめて、スイッチ A 変えます。これをジョイスティックですね。どこだ？スティックのスロットルですね。で、下に下げて長押しじゃなかった？ちゃうか、ここか。下向きと上向きがありますんで、多分上向きですね。で、長押ししてあると、今のスティックの位置の数値が自動入力されます。はい。で、リセットスイッチ。エッジですね。エッジで、ダウン。これですね。エッジのダウン。これでタイマーリセットします。はい。で、同じように、スイッチ、これ触らない状態でね、触ると、同時にタイマー動かないんでね。アイドルアップ、もう 3D する方はもうね、3分ぐらいしか飛ばせないと思うんで、3分設定、ダウン。で、スイッチですね。ここですね。スティックスロットルですね。で、これも同じように上向きかな。で、上げてもらって、間違ってたら後でやり直します。
H の、ダウンですね。同じようにします。で、これもね、これでタイマーリセットします。で、スティックを下げるとタイマー止まります。で、スティックを上げると回り出します。なので、これでちょっと戻りますね。今、これタイマー動いてたんで、一回、リセットします。リセット。で、スティックを上げるとタイマーが勝手にもうカウントダウンしていきますんでね。で、もちろんね、一回下ろしたらタイマー勝手にこう止まりますんでね。そうすると本当にね、モーター回ってる時しかタイマー回らないようになってるんで、本当の、ね、残量が分かりやすいと思いますんでね。はい。じゃあタイマーリセットしておきます。はい。これで、一応設定終わりです。45分か。うん。じゃあちょっと一回止めましょうか。このまま飛行するとちょっと編集の方に時間がかかりますんで、はい。46分。はい。とりあえず以上になります。